入るんですね、この中。へまあなんとかえ。まあ相場の方が小さいんで大丈夫ですか？あ、いいですよ。どうぞどうぞ。いいですね。こうスーツケースに入れるっていう。あんまりないですこの発想は。僕でもちょっと開けましょうか。一応僕がプライベートで使ってるのはみんな2ヘッドになってる。こっちは初めて触りますね。あ、そうですか。まあ相場の前の7000が初めてだったんで、これもなかなか変態ですよね。これも中身がいい割には。いやー出た。すごい。これがまあすごい。逆輸入版というか。あ、逆輸入なんですねこれ。一応メイドインジャパンなんですよ。型番がだからねあ、本当だ、違う。本来は本当だ、660ってないですよね、日本版は。日本版 FF60 ですよね。はい。これを最初に私これ eBay で、おいおいおい。当時からすごいこれ欲しかったんですけど、その思い出もあってパッて見たら、世界本っていうところから注文できるんですよね。ありますね、世界もね。それで見たらすごい状態良さそうだったへんで、ー。外国のあれだからあんまり、アメリカかどっかから送ってきてくれたんですけど、え案の定最初は動きませんでした。一応3ヘッドなんですよね、これは。そうですね、これは一応本当だ。ちょっとヘッドホン端子使いにくいっていうのがありますけど。これがでもここがいいですね、この。そうなんですね。これは岩だけですよね。これが当時のね、82、3年度の、本当に最初はこれも欲しかったんですけど、いろいろあって、違うの買ってしまったんですね、高校生は。はい、では改めて紹介しましょう。今回のデッキは、アイワの ADF660。こちら、海外仕様です。日本版でいうところの FF60 ですね。年代でいうと1982年から1983年あたりの、はい、80年代前半のアイワのデッキです。やっぱりこの頃のアイワのデッキといったら、このデザインでしょう。これ、やっぱり近未来的で、ものすごくかっこいい。はい。で、搭載されている機能も、当時最先端の機能をね、搭載しているということで、それが何かというと、はい、ここに書いてありますけども、ドルビー HX Pro。で、説明書にも書いてあるんですが、またの名をアクティブサーボバイアス。で、HX Pro を初搭載したのが、この頃のアイワのデッキということで、はい。ちなみに TIAC の C シリーズもね、ドルビー HX っていうのはついてるんですが、まだちょっとプロがついてないという、またね、ちょっと別物なので、ちょっと違いますね、TIAC の方は。はい。さあ、まずは、デッキの前面からちょっと改めて見ていきましょう。はい。操作ボタンがここですね。これがやっぱなんとも、ね、ちょっと普通はだいたい、こうね、こうやって操作しますよね。はい。デッキのフロントパネルについてますけども、この操作パネルが、このフロントパネルのこの下に、水平についてるという形ですね。はい。やっぱりこれが特徴ですよね、この頃のは。で、ここに操作ボタンがあって、ここに、メモリーストップとか、カウンター関連ですね。はい。のボタン。で、録音、レコードレベルですね。このつまみ、フェーダーですね、これ。これも、こう水平な位置に取り付けられてると。はい。操作感がいいですね、これね。なかなか、なんだろう。どうですかね。やっぱ好みが分かれるんじゃないかな。この直線的に操作する方がいいっていう方もいれば、こっちみたいにこう回して操作する方がいいっていう方。なんか好みが分かれるんじゃないかなと思うんですが、はい。はい。そして、どうしましょうかね。次は、一旦こっち行きましょう。はい。ここがカセッ
トを入れる部分ですね。で、開けるとこういう風になってまして、ちょっとリットを外してみましょう。ちょっとね、リットがね、この操作ボタンがここにある関係で、ちょっとね、リットが外しづらいんですよ。ちょっとこの半締めの状態のところで、上に引っ張ってあげるとリットが外れます。はい。こんな感じですね。このカセットホルダーの形がね、ちょっと、変わってますよね。ヘッドはですね、これは、DX ヘッド。デラックスではないとは思いますけども、はい、一応これセンダスト系だそうです。センダスト系のヘッドになるそうです。はい、で、クローズドループ、デュアルキャプさんということで、ヘッドの形だけで言ったらね、前紹介した X ケースの7000と同じ、このような形のコンビネーションヘッドなんですが、ちょっとね、緑っぽい色してるんですよね。ヤマハのピュアセンダストヘッドもね、こういう緑っぽいヘッドなんですけども、なんかこの緑っぽいヘッドはやっぱりセンダスト系のヘッドになるんですかね。なんか色で判断していいのかっていうのはちょっとまだ半信半疑な部分もありますが、ちょっとはめるときもこれ大変なんですよね。これちょっと、はめるときもなかなか、ちょっと、はい。はまりました。はい。では、右側いきます。ここがカウンターですね。カウンターは4桁のカウンターと、あとテープ残量のカウンターがついてます。はい。ちょっとテープ入れてみますか。入れてですね。で、ここでカウンターモードを切り替えるんですけど、で、これ再生しますね。で、このテープレングスっていうところ、今90分テープ再生してるんで90分にしてますけど、これをちゃんと選んでおけば、めちゃめちゃ正確っていうわけでは、当然ないとは思うんですが、こういうふうにテープ残量が表示されるということで。はい。で、あとはですね、こういった0000リプレイとか、0000ストップとか、0になったら自動的に早送りを止めるのか、止めて同時に再生もしてしまうとか。で、あと、このメモリーリワインドっていうやつはですね、例えばちょっとリセットして、例えば8に、この8のところでメモリーリワインドを押して、ちょっと戻して、そうするとですね、カウンター8のところで勝手に巻き戻しを行ってくれると。といった機能で、この0000リプレイっていうのと組み合わせることで、区間リピートができるという、そういった機能になってます。はい、じゃあ右行きます。で、メーターはですね、これは LED 式です。LED なんですが、ちょっとここにも、ワンポイントありまして、再生するとですね、普通だったら緑と赤の2色なんですが、このデッキはですね、オレンジのゾーンもあるということで、プラス4以上は赤で表示されます。はい、テープをちょっと変えましたけども、こんな感じですね。はい。こうやって3色で表示されるということで、ドルビーマークの位置がここですね。XKS7000 となんか変わらないですね。はい。やっぱこの3色メーターがなかなかかっこいいですね。昔の古い車にもなんかタコメーターにオレンジゾーン、レッドゾーンの直前になんかオレンジゾーンみたいなのがあった車も確かありますよね。で、あとはインジケーター類がこういう風にありまして、で、オートテープセレクター。はい。そして、3ヘッドなんで、ここでモニター、テープソースを切り替えます。で、ノイズリダクションはドルビーの B タイプと C タイプ。はい。そして、バイアス調整ですね。バイアス調整は、メタルは固定です。メタルは調整することができません。ノーマルとハイポジだけですね。はい。で、バランス調整とついてます。はい。で、ちょっとさっき、ちょっと通過しましたけども、ここです。これがね、なかなか面白いんですよね。僕も、これは便利だなと思いまして。
はい、ここ、いろんな銘柄のテープがこうずらーっと書かれてますけども、これが、バイアス調整をする際の、目安表といったらいいのかな。まあ、こういう風になってましてね。例えばじゃあ赤ですね。で、赤っていうのは、バイアス調整をプラス側にしなさいという意味なんで、例えば、じゃあ、ソニーの UCXS、茶色い光沢のテープありますよね。あのテープでしたら、バイアスを、深めに設定しなさいというふうに、こうやって書かれてます。ここの白はですね、この白は多分ここ基準値なんでしょうね。例えばだからソニーの SHF ってなんだ？ちょっと初めて見たな。何のテープだろう？わからん。AHF はまあ皆さんご存知ですよね。はい、AHF だと、まあ、バイアス、プラマイゼロで合うということなんでしょうかね。で、TDK でしたら AD、もしくは ADX だそうです。でもやっぱこれいいですね。基準テープが分かりやすくて、調整の目安がすごく分かりやすくていいですね。でですね、ちょっと全体的なデザインの話になるんですが、この前面ですね、これ横から見ると、ね、凹凸がね、ないんですよ。で、しかも光沢ということで、僕の手がね、すごい反射してるのが分かりますかね。はい。それぐらいですね、ここの前面は光沢になってまして、で、光沢のパネルに、こういうメーターやら、インジケーターやらとあってですね、なかなかこう、当時としてはなんだろう、こう、ちょっと、なんつったらいいかな、こう、近未来的かつ男っぽいデザイン。ちょっと表現がちょっと正しいかは分かりませんが、そんな感じの、はい。一概にかっこいいといってもね、いろんなかっこいいがあるんですが、例えばヤマハとか中道の LX みたいにスタイリッシュでかっこいいとか、それとも、こうやってちょっと近未来的な感じでのかっこいいとか、はい。あれはまさしくね、近未来的で、で、ちょっと変態は変態なんですが、はい。そういうね、かっこよさがやっぱりアイワのデッキはあるかなと思います。そうそう、1個紹介し忘れていた機能がありました。これぞ変態機能。これでしょう、これ。ADMS。自動表示システムです。これですね、使い方、簡単です。これ、電源を入れたときに、ヘッドが表示されます。はい。ちょっとここ見ててくださいね。電源入れます。はい。これで、表示が完了ということで、これは、アイワが誇る、超変態機能。3ヘッドデッキってどうしてもやっぱりね、再生ヘッドがどんどん、時期を帯びていってしまうので、長時間使ってるとですね。なので、それを克服すべくっていうか、普通はね、イレーサーかけたりしますが、その作業をですね、デッキ側が勝手に、自動的にやってしまうという、なんて言ったらいいかな、こう画期的な、機能になりますかね。で、これが最上級の FF90 になると、このバイアス調整とかがですね、完全オートになるということで、オートキャリブレーションですね、になるということで、このね、F660、日本版でいう FF60 でも、だいぶ変態です。この操作ボタンの形にしろ、当時最先端の、HX Pro にしろ、最終的にはこの自動表示システム、よそにはない要素をこういっぱい詰め込んでるというね、このアイワのね、デッキ作りの姿勢がね、すごいこう現れてる、そういったデッキになってるでしょうか。はい。これってパッと開けて、ここをドライバーで開けるだけなんで。そうなんですか。多分来ますかね。じゃあちょっと開けてみましょうか。結構アイワのデッキはもう好きな人は好きですね。
動画の反応すごく良かった。あの時期のね、僕はなんていうかこれが好きですね。まあ一応世間では人気なので7000とか9000とか、あんまりなんていうかちょっとその時期がずれてたから、あんまり思い入れなくて。この時期がなんか一番個性が強いっていうか、各メーカーの作ってないでもまあなんか結構その当時のモデル雑誌でもレビュー的には褒めてるんですよ。ちょっとまた YouTube に。ありがとうございます。いつも見てます。本当ですか。ありがとうございます。じゃあいいですよ。いつも一緒に開けましょう。はい。オープンザキャビネット。よいしょ。いいですか。はい。おお。これはなんか保護カバーみたいな。でもベルトは綺麗。そうなんですか。これって僕本当にこんなの自分で開けたの初めてぐらいで。電源入れたら絶対回ってるんですか。これはそうですね、きっとね。多分わかんない。これ出したら止まらないですね、これは。これでなんかいつもだから入れるでしょ。キュキュッとなるんですよ。多分たるみ取りでしょうね。でもなんかこの辺は7000となんか似てるな。そうなんですか。なんかここにソレノイドがついてるんですけど、ここが7000も2個ついてて。ちょっとやっぱヘッドホンで聞いてみた方が。これだからバカでかいの出ますよ。これ一応この切り替えしかないです。これがね、これがこれなんですね。これの泣きどころで。なんかってこう。だから最初その機械的なことかなと推測してた。だんだんスピードって上がって。音めっちゃいいっすね。めちゃめちゃいいっすね、これ。めちゃめちゃいいっすね。他のやつで録音したやつを再生使ってもすごくいいですよ。ソニーの777ES とかで。なかなかね、こう一緒にこうお話できる機会ってなかなかないと思うので。
私はなんか YouTube でずっと拝見してるんで、映像を初対面の気がしないんです。これがヘッドの配線だ。これがヘッドにつながってますね。たまたまそのアメリカの持ってた人も綺麗に使ってくれてたってことで。そうですよね。めちゃめちゃなんか綺麗ですよね。これ海外仕様だからめったにないですね。ああ、そうですよね。よく考えたら。でちょっと微妙にね、色合いとかもこの僕の内板のとかも違うし、違うんですか。これはもう説明後から仕入れたんですよ。これなんか微妙に違うんですね。国内版でもまたちょっとマイナーチェンジみたいなのされてるし。このあれですね。はい。日本仕様の銘柄が。ここに合わせなさいって書いてあるんですね。大体の目安はここですよっていう。AD はだいぶ深めですね。そうなんです。AD ほぼマックスに近いですね。そうなんですよ。これ真ん中に合ってるのはノーマルだと D なんですね。そうなんですよ。だから D、だからそれをなんかさっきの雑誌のレビューとかにも浅めに合わせてると、らしいんですよね。でそれでハイポジは SA なんですね。ハイポジはちょっと違うんですよね、ノーマルとね、なんか目安が。よっぽどのとこならないとそっか、メタルはこう調整できないんだ。メタルは固定なんですね。やってくださいみたいな。割り切りが。はい、じゃあ今度はデッキの内部ですね。改めて見ていきましょう。基板はですね、大きな基板が1枚と、あとちょっと細々とついてるといった感じで、どちらかというとシンプルな方ですかね。ちょっと、配線の数は、多めかもしれませんけども、時代が時代だと思うんですが、はい。で、じゃあ見ていきましょう。メカは左側ですね。メカがですね、前紹介した XKS7000 になんかちょっと似てるなぁと、感じました。特にこのソレノイド、2つのソレノイドと、モーターがここの真ん中にあって、で、このフライホイールですね、スタガー方式、段違いのフライホイールがこうついてますけどね。で、2本のベルトで回してると。はい。XKS7000 になると、おそらくフラットケーブルですよね。フラットケーブルにするために、ここに1個余分な基板をつけて、フラットケーブルで、こうね、電力を受け取れるようにしてやるといった、そういった形になっていると思います。はい。ここが電源トランス。で、電源がここですね。電源がこんなとこにあります。普通だったらね、トランスの横に電源をね、置いてあることが多いかとは思うんですが、このデッキは真ん中ですね。ここが、そうですね、コンデンサーの大きさから見て、どうも電源になってるっぽいですね。16V の2200マイクロフラット。これは日本ケミコンかな。はい、緑色のコンデンサーです。はい、そして、トランスの横にあるのが、これはバイアスの発信回路ですね。はい。これ、今見えてるのが、録音ヘッドと消去ヘッドの共通コネクタで、はい。で、その手前にあるのが、これがおそらく HX Pro の回路じゃないかなと思います。バイアスの発信回路もおそらく兼ねてるとは思いますけどもね。はい。もちろん、ディスクリートで、HX Pro の回路を組んでることでしょう。XKS7000 もそうでしたけどね。で、バイアスの調整、これがバイアスの調整ですかね。なんとなく位置的にそれっぽい気がしますが、なんか特に書いてない。はい。そして、この大きな IC、LSI でしょう。この大きな IC がですね、ここと、ここにもあるんですね。で、どっちかが、デッキを制御しているマイコン。
で、もう片方は、どうだろうな。もしかしたら、メーターの IC という可能性もありますが、はい。ちょっとわからないですね。これがメーター基板の裏側です。まあ、裏側見る限りだと、そうですね。なんか IC らしきものはここにはない感じです。はい。じゃあ、次いきますね。次は、はい。ここです。まあ、ここもありますけど。ですね。ここが再生アンプです。で、これが再生とのコネクターなんですけども。はい。まあ、またオレンジのコンデンサーがいますが、はい。で、この垂直に立ってるのが、ドルビーの、ドルビーノイズリダクションの基板です。はい。まあ、このように IC がついてまして、日立製の IC ですね。HA12038 という IC か。はい。それが4発。で、まあ、このようになってまして、で、一番の見どころがこれですね。これが、自動表示システムの機能を、ここでやってるんじゃないかと思います。はい。で、これですね、電源を落として、ちょっと電源を落としますね。はい。で、今、キャプスタンが止まりました。で、ちょっと、電源のオンオフがわかるように、ちょっとこの視点でいきますね。じゃあ、この状態で電源をオンにすると、わかりましたが、ここ、何か動きましたね。はい、多分ここで何か、切り替えて、再生ヘッドに、まあ、生じですから、なんだろう、高周波の、交流電流ですかね。まあ、磁気を消すための電流を、電源オン直後だけちょっと流すといった、そういった制御をやってるんじゃないかなと推測します。まあ、これが相場の変態機能を象徴する、電子部品じゃないでしょうかね。はい。はい。まあ、デッキのサイズはですね、奥行きはそれほど大きくなくて、どっちかというと、まあ、こういうフルサイズデッキの中では小さい方、コンパクトな方に入るかと思います。段ボールで言ったら3辺100サイズに収まってしまうぐらいの、大きさですね。で、まあ、あと、ね、まあ、これぐらいコンパクトなんですけども、音もね、なかなか良くてですね、まあ、このコンパクトなフルサイズのデッキにしては、なかなかいい音を聞かせてくれるなっていうのが、まあ、僕聞いた感想ですね。で、これ FF60 になるとまたどうなるか、まあ、ほとんど一緒だとは思うんですが、ちょっとね、なんか小さい違いとかあるかもしれませんね。まあ、もしですね、FF60 を検討したいという方いましたら、まあ、今回はちょっと海外仕様なんですが、ちょっとね、参考にしてもらえたらと思います。そうですか。はい、はい、ありがとうございました。そうですね。IC にはちょっと及ばないかもしれないですけど、今日秋葉原行きましてね、実は。あ、そうですか。そうなんです。ちょっとこれ買ってきまして、もしよければちょっと2本。ありがとうございます。マニアックで、これもどんな音するのかなと思って。これまあよかったらどうぞなんか。いいですか、はい、いいんですかこれ。すごいですよ。すごい値段しますよね、これ。ね、プロ3は。はい。これもすごい魅力的な音で。もうたまに出たらすごい、なんかみんな知ってるらしいけど、すごい高値が。BSF 自体がやっぱみんな高い。そうですね。当時